Podcast en voyage。気がつけばヨーロッパに21年、人生という旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。今日はうさぎが自転車を運んできた朝と飲みすぎた翌朝1時間早く起きた人たちのお話をします。今私は空港にいます。見渡すと子供連れの家族がたくさん。今日はイースターの日曜日。ヨーロッパではこの時期学校が休みになるので春休みの旅行シーズンなんです。それぞれの家にそれぞれの物語がある日でもあります。私はドイツに来たばかりの頃、イースターのことをまだよく分かっていませんでした。スーパーにやけにうさぎのチョコレートが並ぶなくらいの認識でした。初めてのイースター、金曜日にいつも通り買い物に行ったらお店が閉まっていました。休みとびっくりしたのを覚えています。その時冷蔵庫にはほとんど何も入っていなくて、週末どうやってしのごうかなと焦ったことを思い出します。今日はそんなイースターの記憶をいくつか一緒にたどってみたいと思います。まずはスイス在住の S さんから。C'est la tradition de recevoir, d'aller chercher les œufs dans le jardin. Il y a des chocolats qui sont cachés, des œufs qui sont cachés. イースターの朝、子供たちは探しに行きます。卵やチョコレートやウサギがどこかに隠していくんです。Et au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement des œufs, mais aussi un vélo rouge. S さんが子供の頃のある朝、目を覚ますと庭に赤い自転車。Et ma voisine, qui était une vieille dame, m'a dit « Oh, le lapin de Pâques est venu t'offrir un vélo rouge. » うわー、とっても嬉しくて外に飛び出しました。するとお隣のおばさんがこう言ったそうです。あら、うさぎが自転車を持ってきてくれたのね。Et moi, je l'ai regardé avec des grands yeux comme ça et je lui ai dit « Mais tu as déjà vu un lapin faire du vélo ?» その時 S さんの頭の中には赤い自転車にまたがってここまでやってきたうさぎの姿が。本当に嬉しかったと今でも思い出すそうです。続いてフランスの C さん。Enfin, c'est pas un souvenir, c'est une histoire. Pour moi, la Pâques, ça représente une brioche. C'est un plat familial parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu ma maman au moment de Pâques. Et ma maman vient en fait d'Afrique du Nord et toute notre famille maternelle vient d'Afrique du Nord. Et on a des traditions culinaires un peu particulières qui ne sont pas françaises. Et donc quand on a enterré ma maman, on était au bord de la mer et j'ai invité toute ma famille à manger et à partager la mouna, qui est une brioche d'Algérie. Et maintenant, en fait, tous les lundis de Pâques avec ma sœur, on mange la brioche et le couscous pour ma famille et pour la Pâques. Voilà. C さんの家はアルジェリア系のフランス人家族。食の伝統もフランスとはちょっと違うそうです。数年前に C さんのお母さん亡くなりました。お母さんを見送った日、家族みんなが海のそばに集まって一緒にムナを食べたそうです。ムナというのはアルジェリアのブリオッシュです。それから毎年イースターの月曜日にお姉さんとブリオッシュとクスクスを作って家族みんなで囲むのが恒例になったそうです。お母さんを見送った海辺の食卓が毎年のイースターに生き続けている。味って記憶なんですね。さて最後はトランペッターとして活躍しているドイツ在住カラムーチョさんからです。イースターの日曜日とサマータイムの切り替えが重なった年の話。前日の土曜日、トランペット仲間の誕生日パーティーがあり、総勢15名ほどが集まって誕生日パーティーが開かれたそうです。トランペットの人たち、よく食べてよく飲むと言われています。彼らもご多分に漏れずたくさん食べてたくさん飲んだそうです。夜中には一人また一人と寝落ちして結局みんなそのまま雑魚寝。問題はその翌朝、イースターの日曜日、いろいろな教会で
ヘンデルのハレルヤが演奏されます。トランペットの皆さん引っ張りだこです。皆さん朝から教会に行かないといけないんですが、二日酔いでさらにサマータイム1時間早く起きないといけません。カラムーチョさん曰く、本当にきつかったと毎年サマータイムになるとこの日のことを思い出すそうです。それでもなんとかミサを終えて、その後またみんなで集まって残りのご飯を食べたそうです。さすが金管クオリティタフですね。同じイースターでもある人にとってはウサギが自転車を運んでくる日、ある人にとっては家族の味を思い出す日、ある人にとっては二日酔いで乗り切る日、一人一人にイースターの思い出がありますね。 S さん、 C さん、カラムーチョさん、お便りありがとうございました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組では皆さんからの人生の一コマお便りお待ちしています。お便りの送り方は概要欄のリンクから、あるいはインスタグラムのメッセージでたくさんのお便りお待ちしています。オンボヤージュ、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。